皆さんこんにちは。今日はおすすめの韓国コスメ25選アップデートバージョンを紹介します。去年紹介したものを含め現時点で一番おすすめの商品を選んでいます。ずっと動画を見ていただいている方には重複する部分があると思うのですが、参考にしていただけたら嬉しいです。まずはベースメイクです。絶対今年使ってみてほしいのがヘラのブラッククッションです。マスクにつかないベースメイク比較でも今年のベストコスメでも紹介しているぐらい私が今一番気に入っているクッションファンデーションです。マットな質感にコンシーラーのいらないカバー力、それなのに素肌感のある薄い膜ができるような見た目にしてくれます。汗も隠しマスクをするこの季節も持ちもいいですし、崩れても汚くなりにくいです。仕上がりはかなりマットですが、乾燥肌でも保湿力のある日焼け止めや下地を使用すれば気にならなかったので、肌質関係なくぜひ使ってみてほしいと思います。匂いは石鹸のような日本のコスメと比べると強めの匂いがします。あとはジョンセンブルのクッションファンデーションです。YouTube を始める前からずっとリピートしているほど大好きで、有名なファンデなのでもう持ってる方も多いかと思いますが、一応ここでも紹介しておきます。ツヤ肌のタイプとセミマットのロングウェアタイプが2つあって両方おすすめです。メイクアップアーティストのジョン・センムル先生が作ったブランドなだけあって、持ちがいいですし、仕上がりも綺麗でカバー力も強いので、まだ使ったことがない方はぜひ使ってみてください。匂いはついていますが気にならない程度です。同じくジョン・センムルの下地もとてもおすすめの商品です。今まで3種類使ったことがあるんですが、特に良かったのがトーンアップ3ベースで、伸びがいいので白くなりすぎずほんのりトーンアップしてくれますし、保湿力も高いです。ヘアのクッションなどのマットファンデーションと合わせれば、肌は保湿されつつ見た目はマットに保てるので最近よく使用しています。香りはついていてフローラル系です。現在は種類も増えていて、ウォーター3ベースやトーンコレクティングベースも販売しているのでぜひ使ってみたいです。ツヤ系のクッションファンデーションを使うときはラネージュのグローイーメイクアップセラムを選ぶことが多いです。ジェル状のセラムの中にピンク色の天然ダイヤモンド成分が入っていて、綺麗で自然なツヤを出してくれます。伸ばしていくとペタペタとして後からつけるファンデーションの密着力が上がるので、ジェルっぽい軽いつけ心地の下地を探している方にはとてもおすすめです。商品名はセラム、つまり美容液なので、スキンケアなのか下地なのか悩む方も多いと思うんですが、公式では日焼け止めの後につけると書いてあったので、下地として私は使っています。なのでスキンケア、日焼け止め、メイクアップグローイーセラム、ファンデーションという順番で使うといいのかなと思います。匂いもないですし、ツヤ肌好きの方にとてもおすすめです。パウダーはイニスフリーで変わっていません。もう有名すぎるので時間は取りませんが、一度使ったら他のパウダーでは物足りなくなるぐらいサラサラになるパウダーなので、脂性肌の方はもちろん、夏の汗をかく季節だったら乾燥肌さんにもおすすめです。最近パッケージが変わったんですが、私は旧パッケージのものを使っています。アイシャドウは3つあって、たくさんのブランドのアイシャドウを使ってきましたが、こな質という点ではこの3つが最強です。まずは 3C のアイシャドウパレットです。何年も前から有名な商品ですし、新色も出ているくらいなので、ベストセラーのアイシャドウパレットだと思います。私は今ベーシックな3色を持っているんですが、どちらかというとウォームトーンの色味が多い印象です。マットシャドウはしっとりとしていて密着力が高く、細かいラメも粉飛びは少ないですし、メタリックも見たままに発色してくれます。新鮮さには欠けますが、やっぱりとてもいい商品なので、4色のミニパレットや新色をぜひチェックしてみてください。3C のアイシャドウパレットの質感によく似ているんですが、アンリッシャーのアイシャドウパレットもとてもこな質がいいです。マットは 3C と同じような質感ですが、違いはグリッターが大粒というところです。ナチュラルなアイシャドウメイクが好きな方にはあまりおすすめではないんですが、マットとグリッターを使った韓国アイドルのようなメイクが好きな方は絶対にアンリッシャーのラメを使ってみてほしいと思います。現在ブラウンとコーラル、あとはすべてグリッターのタイプの3色しかないので、クールトーンのアイシャドウパレットが好きな方にはあまりおすすめはできないんですが、ニュートラルなブラウンと夏に使いたくなるコーラルがとても可愛いので、ラメ好きさんは絶対使ってみてほしいです。アイメイクをもう少し大人っぽい印象にしたいという方には、ヒンスのアイシャドウパレットがおすすめです。クールトーンのオフバランスとウォームトーンのパレットの2色しかないんですが、色合わせが絶妙でいろんな種類のメイクを楽しめると思います。マットシャドウのテクスチャーはとてもサラサラとしつつ密着してくれますし、ラメも粉飛びせず発色がとてもいいです。
ベースカラーと中間色、締め色とグリッターが本当にバランスよく配色されているので、組み合わせによっていろんなメイクを楽しめます。季節を問わず使えるのが本当にこのアイシャドウパレットの優秀なポイントです。普段から使う回数がとても多いので、ウォームトーンのパレットも買おうかなと思っています。マスカラは変わらずクリオのマスカラが一番おすすめです。ヒロインメイクと同じようなカールキープ力のすごく高いマスカラで一日中カールキープしてくれます。ヒロインメイクと違うところはクリオの方がボリュームというよりはまつげを一本一本太く長くしてくれる感じです。私が持っているブラックの色味は漆黒な黒なのでまつげの印象が強くなって可愛いメイクというよりはかっこいい感じのメイクが好きな方にぴったりだと思います。デメリットは専用のマスカラリムーバーがないとなかなか落ちにくいことです。よりナチュラルなマスカラでカールキープ力があるのはロム&のマスカラです。ベストコスメでも紹介したのですが、真っ黒すぎないスミ黒でしっかりメイクをしているけど強すぎない印象なので普段使いにぴったりでよく使っています。ナチュラルに長さを出してくれてクリオほどではないんですが、カールキープ力も十分で少し落ちるかなというぐらいです。オイルクレンジングだったらある程度落ちるかもしれないんですが、しっかり落とすにはマスカラリムーバーが必要かなという感じです。フェイスカラーは以前からほとんど変動がありません。チークはロマードのベターザンチークで、私のおすすめはクールトーンのメイクが好きな方には3番、ウォームトーンのメイクが好きな方には7番のカラーがとても使いやすいので、ぜひ使ってみてほしいです。あとはこれもロングセラーのアピューのパステルブラッシャーです。薄いベルのように柔らかな質感で、どちらかというと肌が標準から明るめの方で、普通のチークを使うと色が乗りすぎてしまうっていう方には、このチークは薄付きで使いやすいと思います。シェーディングはペリペラのインクベイシェーディングの3番ヘーゼルグレーとトゥークールフォースクールのモダンの色味が未だに一番おすすめです。ペリペラはグレーが入っているので、肌がクールトン寄りな方にはペリペラがおすすめで、グレーが強いと肌が汚く見えてしまう場合には、トゥークールフォースクールのモダンの色味の方が、グレーの発色が少なめなので、誰でも使いやすいシェーディングのカラーだと思います。ハイライトはパウダーの場合は、クリオのプリズムエアハイライター、クリームハイライトはヒンスのハイライトを変わらずずっと好きで使っています。続いてはリップです。今一番注目してほしいのがアミューズのデューベルベットです。前回のメガ割で購入したんですが、今まで一度も使ったことがない不思議な質感でした。つけた瞬間はジェルのように柔らかく伸びてくれるんですが、5秒待つと色が唇に沈着してふんわりとしたマットの質感になっていきます。言葉で説明すると嘘みたいなのですが、使ってみればすぐわかるはずです。5秒待つだけでティッシュオフをしなくても全然色移りがしなくなって、マスクにもコップにも色がつきません。デメリットはリップクリームやファンデーションがついた状態でつけるとボソボソと固まってしまったり白っぽくなること。あとは油分の多い食べ物を食べると唇の内側だけ取れてしまうので塗り直しは必要なことです。でも今まで使ってきたマットの中で一番薄くて使い心地がいいので他の色も集めたいと思っています。あとはロム&のジューシーラスティングティントもやっぱりおすすめです。既存色を持っている方は多いかなと思うんですが、最近発売された新色の4色は既存色とは違うヌーディーな色味が揃っています。韓国コスメのティントは発色が強くて使いにくいと今まで思っていた方もナチュラルなカラーが揃っているのでぜひ使ってみてほしいです。色比較など詳細レビューもしているので気になる方はそちらをご覧ください。家の中にいるときはささっと塗ったりできてとても使用頻度が高いのがヘラのスパイシーヌードバームです。もう半分以上使っています。プランピング効果のある少しピリピリとしたテクスチャーでとてもしっとりとしてリップバームとほとんど変わらないぐらいの使い心地です。発色も良くてバームタイプで塗り直しもしやすいので少し外出するときにバッグに入れて持ち運ぶことが多いです。ただこれはマスクにもついてしまいますし持ちもあまり良くないのであくまでも短時間綺麗なメイクを楽しむ方にしか向いていません。最後はスキンケアです。クレンジングはやっぱりバニラ粉のクレンジングバームが一番いいかなと思います。これは個人の好みなんですが、オイルクレンジングだと結構ベタつけが気になってしまうことが多いんですが、これはサクサクとした軽いテクスチャーでメイクもしっかり落ちてくれるのが好きなポイントです。肌質によって数種類から選べるのでぜひ一度使ってみてください。洗顔でとてもおすすめなのがラゴムのジェルトゥーウォータークレンザーです。
朝洗顔するときに泡タイプのクレンザーだと落とすのに結構時間がかかると思うんですが、この洗顔はジェルタイプなので水ですぐ流れてくれてかなり時短になります。肌も突っ張る感じはなくて優しく汚れを落としてくれるので最近欠かせないスキンケアです。化粧水はラネージュのクリームスキンやエチュードのスンジョンシリーズが好きだったんですが、使い切っていて今手元にないので以前の動画を見ていただけたら嬉しいです。そこで今おすすめなのは魔女工場のガラクトミエッセンスミストです。フェイシャルミストなので化粧水の前に使ったり、メイクの上からリフレッシュするために使ったり、とにかく水分を肌に与えたい時に使っています。さっぱりとした使い心地で保湿力がとても高いわけではないんですが、ミストタイプだと手を汚さずにスキンケアできるのがおすすめな理由です。リップケアもラネージュ一択です。これを毎日使うようになってからはティントで荒れにくくなりましたし、皮むけもしなくなりました。ベリーはもう使い切り間近でグレープフルーツとアップルライムがストックしてあります。3種類の中だとグレープフルーツが一番好きな香りですが、全体的に匂いは強めです。ただ保湿力は今までで一番のリップケアなので一度ぜひ使ってみてください。パックはやっぱりメディヒルが優秀かなと思います。商品によって違いはあるんですが、中でもティーツリーのパックは韓国でも日本でも有名です。最近ではティーツリーのスキンケアラインも出ているほどなので、まだ一度も使ったことがない方はぜひ試してみてください。以上がおすすめの韓国コスメ25選でした。参考になりましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。